っていうかそれデビューあなたいらんよって言われた。そうですそうです。そういうことなの。スキーターとかチェリーさんにも見てもらいたいという、僕にとっては本当にかけがえのない場所。チャレンジした時の気持ちみたいなのを教えてほしいんだけど。98年の時は先輩とかに連れられてただただ一緒に踊るっていう感じで、まあ優勝なんとかできて。じゃあもう自分で優勝したって感じじゃないもんね。ないですね、もう完全にみんなの力に乗っかってたっていうとこからパニクルーと 3D クルーに分かれて、まあ3人僕とクスンとノボ君っていうのになって、まあ向こうはデビューして僕たち落ちこぼれみたいな、こっちのイメージとしたら、いやもうデビュー勝手にしなはれよ、おいらはアングラシーンでちゃんとしたポップをみんなに伝えていくみたいに思っててん俺は。いやそれはもう若いしデビューしたいなって感じやったんですよ。あ、そうだ、デビューしたかった。デビューしたかったっていうかもう何も考えてないですけど、デビューできるんやったらそら芸能人になれるやんみたいな感覚やったんですよ、ね。なるほどなるほど。それがやりたいんかどうかって言われたら、今考えたら分かんないですけど、でもそういうのがあって残られへんかったっていう感覚で、3D クルーでじゃあ3人で頑張る。っていうかそれデビューあなたいらんよって言われた。そうですそうです。そういうことなの。へえ。クスンとノボとアッキーは、めっちゃ勝ったのもつかの間がですか、でも3人でやろうぜっていう風になって、そこから次の 3D クルーの優勝まで4年あるんですけど、その時にもうずっと3人で頑張って、大阪デライトとかも3人で優勝したりとか、ゴールドスクールナイトとかもね、その時も出て自分で個人でバンバン力貯めていって、2002年の時に b ボーイサミット行って僕そこで優勝できたんですけど、ポップそこでアメリカで3人で行ってたんですよ。ヒルティとかも部長も言ってましたけど、みんなで掴んだことをジャパンでやろう、絶対いけるはずや、アメリカで得たストリートダンスのフレーバーとかフィーリングみたいなのをその時ちょうど3人で同時に一緒に見れたから、優勝は 3D クルー。大阪代表 3D クルー。3D クルーです。頑張ります。頑張ります。今日は、アメリカ仕込みの生かしたダンスで優勝もぎ取ります。2002年にやって、本当にもう一曲使いで小細工なしでダンスだけでいこうってやって、それで優勝できたから、あの時の優勝はめちゃくちゃ大きかったです。なるほどね、ある意味ジャパンの優勝の流れを変えたからね。それまでは割と大人数できっちりもう作り込んだショーケースで何曲か使いでやるっていうのが定番やったやん。まあ前年は電撃町もらったかな、その前は桜武者とか、その前デフとか、まあいろいろあって、もうシンプルに一曲使いでずわーっといって、ほんまに逆に衝撃やったもん俺見てて。次の OGS まではだいぶ空くんですけど、まあユキさんがいてて、ちょうどユキさんが今の僕の年ぐらいやったと思うんですけど、まあ、チェリーさんが亡くなって、OGS が新生でやっていこうってなった時に、みんなで挑戦しようぜってなって、正雄さんもまだいてて、僕ら的にはユキさんが出ると負けさせられへんと、ここは絶対勝たなあかん、ユキさんが負けんのは見たくないっていう方が僕は強かった。でユキさんと一緒に踊ったら振り作ったりとかやってくれるんですけど、もう全くできないんですよ。ああ、ユキの振りが踊れない、僕からしたらもう言ってももう世界チャンピオン、もうアッキーってこうね、もうあるじゃないですか、でもやったらただこういうのができないんですよ。へえ、あれ全然できへん、このままじゃ多分やばいと思ってユキさんのとこ習いに行ったんですよ。なるほどなめちゃくちゃ深いな。 OGS としてこれはあかんかもって思って、なるほど。で習いに行ってジャパンもなんとかユキさんの振りできるようなレベルまでは行って、で
3D もその時はね、まあ、僕たち付き合い長いからいろいろあって全然活動してなかったんですけど、OGS のショーの場面で3人で一瞬4-8ぐらいルーティンするとこがあって、みんなで勝ち取ったんで、またすごく大きな意味がありましたね。なるほどね。スキーターとかチェリーさんにも見てもらいたいっていうような、ピートもジャッジでいましたし、僕たちにとって優勝はすごくでかかったです。なるほど。めちゃくちゃ逆にすっごいいい話聞いた。ジャパンの裏側にそういうことが隠されてた。アッキーにとってオールドスクールナイトってどういう存在なの？いやー、そうですね、まあ昔ってこういうバトルなかったじゃないですか、初期はバトルじゃなくてソロコンテストだったし、その次の年からバトルになって、何もない時代に自分の実力を試すっていうか、自分はどれぐらい上手なったんやろっていう試せる場所やったんですよね、昔は。それから時が経ってどんどんバトルも増えてきて、世界中でもいろんなバトルあるじゃないですか。僕の感覚で言うとイベントの名前っていうのがすごく意味があると思ってて、オールドスクールナイトじゃないですか。僕オールドスクール好きなんで、時代は変わってきて自分も新しいことやってますけど、やっぱオールドスクールっていう言葉も好きやし、オールドスクールのダンスが好きやから、オールドスクールナイトって言われたら俺は負けるわけにはいかんぞみたいな。それがニューポッピンフリースタイルバトルとかそんな感じやったら別に僕が出る場所じゃないですけど、オールドスクールナイトっていうものに対しては、まあ、名前もそうですし、自分がずっと若い時何もない状態でやってきて、みんなといろいろケイ君やグッチョンと本当に切磋琢磨してやってきた場所やから、それはもう僕にとっては本当にかけがえのない場所なんですね。一番印象に残ってるバトルっていうのは？一番って言えばもうね、僕の中で一番は僕じゃないんですけど僕自身はユキさんとやった時、あの年の、まあ、ユキさんが出てきてくれて、サトシとユキさんがバトルして、その次僕とユキさんバトルするんですけど、そのサトシとユキさんのバトルが、サトシもう今もめちゃくちゃうまいですけど、ある程度もうチーム確立してて、もうあいつ落ち着いて踊るのがすごい得意、グルーヴあってっていう感じなんですけど、ユキさんと対峙した時にあいつもなんかアップしてたんですよね確かに昔の高校生ぐらいの時に初めてサトシ見た時のような、もう全くコントロールできてないし、ガーってなってるサトシと、でもうまいからユキさんも体力的にきつかったと思うんですけど、それでも負けんとこうと思って本気でバーってやって、なんかわけわからんフロアやってたんですよ、ユキさんなんか肘ついてなんかこう、確かになんか見たことないような、ユキさんも本気でやってんなと思って、それがめちゃくちゃ最近では心にきましたね。なるほど。それが見てから自分がユキさんとのバトルやったから。どう思ったんそれ、自分が対面してユキと？もういや、立ってる時点でもうやばーって思ってもうすごいラオウぐらいにね、もう昔からユキさんに習ってて、踊りする時は遠慮せずに行こうぜっていうユキさんがいつも言ってくれるんで、手抜くとかじゃないですけど、そんなすしてる余裕ないけど遠慮してる時点でもったいないから、もう次ないかもしれないですけど、だからもうとにかく思いっきり行こうと思って、ユキさんが踊ってる時にもっとやれみたいな感じで言われたんですよ。もっと来いみたいな、思いっきり言ってるつもりだったんですけど、スイッチ入ってもっとガーってなんか床とかバーンなって、言ったらユキさんが押してくれたから僕勝てたような感じで、あの時はサトシとのユキさんのバトル見てからの自分やったから。いやユキ熱いな。でもお前まだまだできんのに、もっとやれ、なんで出さへんねんみたいなもっと来いよ、本気なれよって感じだよね。本気なんですよ、本気なんですけど、なんかどっかで何かがあったんですよね、僕の中で。もうその瞬間しか覚えてないんですよ。あと何も覚えてなくて後でビデオ見ても全く何も覚えてないから。なるほどなるほど。その瞬間ね、ユキさん大きい人やなと思って。いやー素晴らしいね、ユキ。今年は出んとこうと思ってて、まあ、グッチョンとかカイトもジャッジに入ってるし、グリーンテックも来て若いジャッジやったから、ケイ君とちょっと一回ちょっと話したんですけど、ちょっと今回俺らやめとこうかみたいな言ったんですけど、ケイ君は出る言うてましたけど話してたらなんかユキさんから不在着信入ってて、
何やったかなと思って次の日フェイスブック開いたら OGS ユキって書いてあったエントリーがうわもう出るしかないやんみたいな、俺らこっちでこんな話してんのにみたいなあれみたいな、タイミングずれちゃったなみたいな目標として、もうユキさんと当たるまで絶対負けへんっていうのを決めて、ユキさんが今日は一番です、僕はたまたまなんで、ユキさんに皆さん拍手してあげてください。ユキさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。K 君とグッチョンがオールドスクールナイトで、昔、あれボリューム4ぐらいかな、そうやな、最初の頃2人の決勝やったら、はい、グッチョンが勝って、でそっから10年ぐらいになってもう一回 K 君とグッチョンがやって、今度 K 君勝って、僕 K 君にはいつも言うんですけど、 K 君なんかちょっとやっぱ心優しいところあるから、遠慮じゃないですけどね、ちょっと優しさが出て負けてしまうみたいなところを僕よく見てるし、僕とやってもなんか遠慮してるように見える時もあるんですよ。だからそれが今日は絶対グッチョンいったろうみたいな感じが見えて、でグッチョンもその時ももうすでにすっごいいい状態に仕上がってたけど、2人とも疲れてヘロヘロなってるんですけども、顔出して殴り合いみたいな感じのバトルを下から見てて、この2人やっぱりすごいなって思いました。デライトの表紙にもなって、2人でなんかこう向き合ってた。そう僕もういっぱいほとんど全部持ってたんですけど、まあ引っ越しの時に処分しろ、チェリーさんの表紙になってるやつとか、スキーターが乗ってるやつ、ケイ君とグッチョンが乗ってるやつとか何個か自分が置いてあるんですよ。だからそれぐらい思い出のめっちゃ好きやったから、その自分のやつはいっぱい思い出ありますけど、自分のやつよりもやっぱ人のやつ負けて悔しい気持ちで見てたりとか、そうやって見てるのが結構思い出ありますね。なるほどね。はい。明けましておめでとうございます。明けたね2022年。女子会の時の会でそれ見たわ。昔の吉田さんの方が好きだって言った、自分が例えば年間1億ぐらい稼げるようになったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。オンラインサロンっていうのをやってまして、ここを見てください。詳しくはこちらに。あとは、自分の服のブランドを少し立ち上げました。Life is a Dance、挑戦し続ける生涯という、よろしくお願いいたします。